こんばんは。シンプルに暮らす40代独身 OL のあきです。この動画は独身で新築マンションを購入した体験談を全4回でお届けしているシリーズの最終回の予定でしたが、内容が多かったので今回は新築マンション購入の全体の流れ、かかった費用をお話しし、次回実際住んで感じたメリット、後悔ポイントなどをシェアします。このチャンネルでは好きなものに囲まれて暮らすシンプルライフを発信しています。時々マンション購入に関しての動画も投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録お願いします。まず私が購入したマンションのスペックを簡単に紹介します。間取りは 1LDK の40平米で、駅徒歩5分以内、価格は年収倍率の7倍以内です。いわゆるコンパクトマンションといって、主に単身者やディンクス向けのマンションを購入しました。次に私が実際に体験した新築マンション購入の全体の流れを時系列に沿って6つのステップに分けてお話しします。まずは引き渡し1年6ヶ月前です。この時期に私がやったことは大きく6つあります。1つ目はモデルルーム見学です。私は2軒見に行きました。どんなにいい物件に出会っても比較対象があった方が判断しやすいので、最低2軒は見ておくのがおすすめです。正直私は理想の物件に出会ったというわけではなかったのですが、当時どうしても仕事を辞めたかったので勢いで即決しました。次に購入申し込みです。気に入った物件があったら購入申し込みをして部屋を押さえます。ここではキャンセルも可能なので仮予約のような感じですね。この時に申し込み証拠金として5万円から10万円ほど支払います。契約まで進むとこの申し込み証拠金は手付金に充当されます。実は私このお金を払ったかどうか全然覚えてないんですけど、多分払ったんだろうなって思います。そして3つ目は重要事項説明書の確認です。重要事項説明書は物件の取扱説明書のようなものです。ここで承諾した内容は後からやっぱり違ったなんてことがあっても苦情などの申し入れができませんので注意して聞いてください。例えばペットが飼えるか、楽器が弾けるか、室内やベランダの喫煙ルールの記載があります。また周辺環境についても注意すべきで、隣接地の建設状況なども記載があります。よく日当たりがいいマンションを購入したのに隣に新しくマンションが建設されて日当たりが悪くなったなんてことを聞きますよね。そういったリスクについても記載されています。そのため事前に重要事項説明書をしっかり読み込んで、不安なところは必ず確認しておくのが大事です。私は宅建士の資格を持っていて、前回の動画で重要事項説明書のチェックすべきポイントを詳しく解説しているので、気になる方はぜひそちらもご覧ください。そして4つ目が住宅ローンの仮審査です。重要事項説明が終わった後に住宅ローンの仮申し込みに進みます。ここで仮承認が得られないと契約には進めません。審査期間はだいたい1週間ぐらいです。私は金利の低いネットバンクにするか、保証が手厚い信託銀行にするか迷っていたので、2つの銀行に申し込みました。頭金もいくら入れるか悩んでいて、最初は0円で出して、もし通らなければ2割ぐらい入れようかなと考えていました。結果的にどちらの銀行からも仮承認をいただきました。私にしてはちょっと背伸びした物件価格だったので、頭金0円で通るかなどうかなと思っていたんですが、通るもんなんだなとびっくりしました。住宅ローンの対策についてはマンション購入期2の動画で詳しくお話ししているので、興味ある方はぜひそちらもご覧ください。5つ目は手付金の支払いです。ローンの仮審査後、手付金の支払いがあります。金額は物件価格の5から 10% です。例えば3000万円の物件なら150万円から300万円になります。結構まとまった現金が必要になりますよね。費用については私自身どのくらいの現金が必要なんだろうと気になっていたので、後ほどまとめてお話しします。そして最後です。6つ目が売買契約の締結です。ここでようやく本契約となります。ここまで来るのに結構切符ありますよね。この契約では本人確認書類や実印、印紙が必要になります。実印って持ってない方多いんじゃないですかね。私は実印そのものは親が用意してくれていて持っていたんですが、印鑑登録をしていなかったので役所に行って登録しました。本人が行けば即日できて、費用は自治体にもよりますが100円から500円ぐらいです。
それから契約書には印紙を貼る必要があります。金額は物件価格が1000万円から5000万円以下で1万円、5000万円から1億円以下で3万円になります。印紙代地味に高いですよね。はい、以上が引き渡し1年6ヶ月前にやったことです。この時期だけでもやることが本当に多くて、振り返ると大変でしたね。次はステップ2、引き渡し1年前です。この時期は主に2つあって、インテリオプション相談会と住宅ローン相談会に参加しました。まず、インテリオプション相談会です。私はもともと何もつける予定はなかったのですが、特典で50万円分つけていただいたので、相談会に参加しました。オプション何も必要なくないと思っていたにもかかわらず、雰囲気に飲まれて危うく100万以上つけそうになっちゃいました。冷静になって、私は物件価格が背伸びした価格だったので、手差し0円にしたいと思い直して50万円以内に収めました。最終的に私がつけたインテリオプションは、カップボード、玄関の姿見鏡、それからクリアビューフィルムの3つです。ちなみに一般的につけてよかったと言われているインテリオプションは、カップボード、玄関の姿見鏡、ここまでは一緒。エコカラット、ダウンライト、電源の増設、洗濯機上の吊り戸棚あたりです。エコカラットとはおしゃれな壁材で湿度を整えたり、匂いを吸ってくれるので、ペットを飼っている方には特にいいみたいです。今思うと私はダウンライトをつけてもよかったかなと思っています。ダウンライトは天井に埋め込むタイプの照明なんですけども、つけると天井がすっきりして部屋が広く見えますし、見た目もおしゃれなんですよね。あとは、ホコリが溜まりにくくて、掃除の手間がないというのが魅力です。そしてもう一つが電源の位置です。私はこれ完全に失敗したなと思っていて、増設すればよかったです。全体的にもう少し具体的に暮らしをイメージしてインテリオプション選べばよかったなと後悔しています。こちらもですね、詳しくは別動画で紹介しているので、気になる方は見ていただけると嬉しいです。別動画の紹介ばっかりです。すいません。続いて、ステップ3、引き渡し4ヶ月前。この時期は主に2つあって、住宅ローンの本審査と引っ越し準備が始まりました。まずは住宅ローンの本審査。ここはもう仮審査通っているので、必要書類を揃えて正式に申し込みしました。そしてもう一つが引っ越し希望日のアンケート。新築マンションの場合は、一斉入居といって決められた期間内に引っ越しをしなければいけません。それから引っ越し業者も幹事会社という指定の業者があって、そこと契約するのが基本になっています。ただし、強制力はないので、他にすることもできます。私はですね、何社か問い合わせてみたんですが、新築だと一斉入居だよね、とほとんどの会社から断られてしまって、結局は幹事会社に依頼することになりました。このタイミングで引っ越し費用の見積もりなんかも出てきたような記憶があります。そして引き渡し3ヶ月前。この時期はイベントが多くて、入居説明会や重要事項変更の説明会、それから建物内覧会がありました。まず、入居説明会です。私は学校のホームルームみたいに住民全員が集まって説明を一斉に受けるものだと思っていたんですが、実際は全然違いました。住民は1世帯1個デスクが用意されていて、電気ガスの担当、保険会社、司法書士、マンション管理会社の方が順番にぐるぐる回ってくる形式で、なんというか、婚活パーティーみたいな感じでちょっと面白かったです。それから重要事項変更の説明会。これは重要事項説明書の変更事項の説明を受けました。具体的には都市計画かな？確か法令か何かが一部変わってその説明を受けました。そして建物内覧会です。いよいよ自分の部屋に入って仕上がりをチェックします。具体的にはインテリオプションで付けた部分を確認したり、壁紙がちゃんと貼れているか、床が斜めっていないか、ドアの開閉に問題がないかなどを見ました。業者さんからは気になるところがなくても最低1箇所は指摘しておいた方がいいですよと言われたんですが、それには理由があります。指摘しておかないと、それ以降は入居まで部屋に入れなくなってしまうからです。逆に指摘しておけば後日内覧指摘事項の確認会があって、また部屋に入れるので採寸し忘れた場所を確認できたりします。私は床の擦り傷やシンクの汚れなど軽いものを指摘しました。
正直ね、住んだら汚れるし、別にいいかなとは思ったんですけども、そのおかげで後からもう一度部屋に入れたので、結果的に良かったです。大きな不具合が見つかるケースもあるみたいなので、何をチェックしていいかわからない方は、ネットでチェックシートを探して持っていくのがおすすめです。私もね、一応持っていきました。続いて、引き渡し1ヶ月前です。この時期は内覧会で指摘した部分の再確認や諸経費の支払い、火災保険や電気ガスの契約、そして住宅ローンの本契約をしました。まずは内覧会の再確認です。前回指摘した傷や汚れなどがちゃんと治っているかを確認しました。次に諸経費の支払いです。私は追加で支払うというよりも逆に数十万円返ってきました。諸経費って多めに仮で請求されていることが多いんですよね。なので、差額が戻ってくるケースが多いと思います。それから火災保険や電気、ガスの申し込みです。火災保険の加入は必須でした。悩んだのが地震保険をつけるかどうかです。地震保険に加入すると所得控除が受けられるので、正直すごい悩みましたが、私は最終的に必要でないかなと考えて地震保険はつけませんでした。ここはライフスタイルや考え方で人によって分かれる部分かなと思います。電気、ガスに関しても電力自由化でいろいろ選べるんですが、もうこの頃はやることが多くて、比較検討するのが面倒になってしまったので、入居説明会に来ていた東京ガスにそのままお願いしました。保険は加入すると何年単位ですが、光熱費はもうすぐに変えられるので、とりあえずここでいいやという感じでしたね。最後に住宅ローンの本契約です。正式には金銭消費貸借契約です。略して金商契約なんて言いますね。これは銀行で正式にローンの契約を交わすものです。私はネットバンクを選んだので対面で説明を受けることもなく全部電子署名で完結しました。あまりにもあっさり終わってしまって、これで数千万円契約するんだってちょっと拍子抜けしました。仕事柄一度は金商契約の説明を受けたいなと思っていて楽しみにしていたので残念でした。たまにいただく質問で、一人で数千万円のローン抱えるの怖くなかったですかと聞かれることがあるのですが、唯一怖くなったのがこの金商契約の前日でした。私自身は不動産会社で働いていたこともあって、ローンに対する不安はなかったのですが、もう前日に急に、もし支払えなくなったら、この数千万円どうしたらいいんだろうって不安になっちゃって眠れませんでした。でもし住宅ローンの返済が難しくなったら、乗れば大丈夫、なんとかなるって自分に言い聞かせて当日を迎えました。それからは家賃払いと本当に何の変わりもないので、不安になったことは一度もないです。そして最後、ステップ6、引き渡し入居です。ここでようやく鍵を受け取り、正式に自分の家になりました。契約したのが1年半前だったので、まだまだ先だなぁと思っていたのですが、実際経験してみると、引き渡し4ヶ月ぐらい前からもう一気にやることが増えて、あっという間だったなという印象です。洗濯機が。ここでかかった費用についてまとめます。私自身、いくら現金を用意すれば足りるんだろうってすごく疑問だったので、きっと気になる方も多いと思います。結果から言うと、私はだいたい400万円から500万円かかりました。内訳はまず、手付金で200万円。これは物件価格の5から10%に当たります。次に諸費用で200万円ぐらい。諸費用は物件価格の 7% 前後で、金融機関によってはローンに組み込むこともできます。最後にインテリオプションや引っ越し費用で100万円ほどです。私はインテリオプションは特典分だけで手出し0円でしたが、引っ越し代が10万円、その他家具や家電などを新調したので、トータル100万円ぐらいになりました。費用をなるべく抑えたい方は、諸費用をローンで組んで、インテリオプションもつけなければ、現金200万円ぐらいで済むケースもあるかなと思います。ただ、個人的にはやっぱり400万円から500万円は現金を用意しておいた方が安心かなと感じています。私は、当時、個別株や投資信託にハマっていて、ほぼ入れていたので、現金を持っていなかったので、かなりヒヤヒヤしました。投資信託って売却してもすぐに口座に振り込まれないじゃないですか。なので担当営業の方に現金をあまり持ってなくて手付金の支払いをくれるかもしれませんって正直お伝えしました。もうね、親に頼ろうかもめっちゃ悩みましたが、
しぶしぶ個別株を売って現金を作りました。結果的には間に合ったんですけど、住宅購入を検討されている方は、購入時に必要な現金を逆算して準備しておくのがいいかなと思います。ということで、今回は新築マンションの購入から実際にかかった費用までをお話ししました。正直大変なことや悩むこと多かったんですけども、それでも買ってよかったなと今は思っています。そして次回は実際に住んで感じたメリットや公開ポイントをリアルにお伝えします。これからマンション購入を考えている方により具体的にイメージしていただけると思いますので、ぜひ次回もご覧ください。最後にこの動画が参考になった、面白かったよと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。質問やコメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。